ローウォーズファンの皆様、おはようございます。今回の動画では、やむを得ない理由で、ゲームの遊戯を他人に一時的にお願いする、代送行為について、お話をしようと思います。皆さんもご存知のように、ヒーローウォーズは、数年単位で遊戯を継続するゲーム性です。プレイヤーによっては、ヒーローウォーズの遊戯を始めた頃と今現在の生活環境に大きな差異が生じてしまい、毎日コンスタントな遊戯時間の確保が難しくなってしまう時期があったりします。具体的な例を挙げると、学生時代にヒーローウォーズを始めたものの、就職活動に時間を割くようになり、平日のギルド戦に連日参加できなくなるケースなどが挙げられます。もしくは、健康上の理由で長期入院したり、転居に伴って、一時的にインターネットへ接続できないといった不測の事態なども、ヒーローウォーズの遊戯が困難になる要因だと思います。そのような場合、数日間だけギルドメイトに代理で、ヒーローウォーズをプレイしてもらうという選択肢もあります。自分に代わって他人に代理でゲームの遊戯をしてもらう行為を、代送、と呼びます。それでは、なぜ、代送を他のギルドメイトへお願いするのでしょうか？その理由は、数日から数週間の間ゲームにログインしないと、ギルドから除籍処分にされてしまったり、ギルド活動報酬の面で、ギルドメイトに迷惑をかけてしまうことになるからです。それではここで、ギルドメイトへ代送をお願いする人の特徴を、お話ししようと思います。カーク信者の経験上、ギルドメイトに代送をお願いするプレイヤーは、ほぼ間違いなく、無課金か微課金の遊戯スタイルでヒーローウォーズを遊戯しているプレイヤーです。赤の他人にゲームの代送をお願いする人は、バルキリーズフェイバーの課金をしていないか、もしくは、バルキリーズフェイバーの課金が中断されてしまっても構わないと考えているプレイヤーがほとんどです。さて、カーク信者がなぜこの話題を取り上げたかというと、サマーフェスティバルが始まる前日に、カーク信者のギルドメイトから突如としてゲームの代送をお願いされたからです。そのギルドメイトはギルド内の序列で29番目に位置するプレイヤーで、VIP レベルこそレベル7まで課金していますが、バルキリーズフェイバーは未使用の状態でカーク信者にゲームの代送を一方的にお願いしてきました。彼曰く、忙しくてしばらくの間、ゲームの遊戯ができません。私はあなたを信用しているので、タイタンダンジョンの遊戯とエナジーの消費をお願いします、とゲーム内チャットにて、一方的にゲームの代送を押し付けてきました。カーク信者はこのメールを読んだ時点で、すでに不愉快になってしまったのです。なぜならば、他人にゲームの代送をお願いするのに、代送期間などについて一切触れられていなかったからです。カーク信者は彼が所属しているギルドのギルドマスターですから、彼がゲームの代送をカーク信者に委ねたこと自体は理解できます。しかしながら、バルキリーズフェイバーを未使用の状態で他人のヒーローウォーズの遊戯をするということは、カーク信者の貴重な時間を他人のゲームのために費やさなくてはならないということになるのです。数日間なら仕方ないと考えてギルドメイトのアカウントの遊戯を始めましたが、1週間が経過しても、彼がゲームに復帰する気配は一切ありません。おいおい、ふざけんなよ。寛大な性格のカーク信者でも、いつゲームに復帰するのかわからないギルドメイトのために時間を割き続けるわけにはいかないし、困ったな。ギルドメイトの遊戯の代送を始めた数日間は、彼が備蓄している資源を一切使わないように遊戯していましたが、代送を続けるにつれて、ギルドメイトに配慮するのが徐々に馬鹿らしくなってきたのです。なんやこれ？メインチームのヒーローがチンマオとケイラだし、こんなチーム編成じゃ、ペットアドベンチャーすら満足に遊戯できないよ。そのようなわけで、ギルドメイトが備蓄していた資源を利用して、カーク、オリオン、ルーファス、オーロラの育成を勝手に始めてしまいました。少なくとも、ゲームの代送をお願いする際、こちら側の都合を聞いてくれていれば無下な対応はしないけど、どう考えても彼の代送をお願いする態度は褒められたもんじゃないからね。ここまでの話をまとめるよ。
さて、視聴者様は、この動画をご覧になって、どのように感じられたでしょうか？バルキリーズフェイバーに課金しているプレイヤーの場合、クレジットカードを利用して毎週課金しなくてはならないので、そもそも、ヒーローウォーズの遊戯のダイソーを赤の他人に委ねることなどしません。カーク信者のように、1年間有効のバルキリーズフェイバーを所持していれば、ギルドメイトにダイソーをお願いすることも可能ですが、基本的に、ゲームの遊戯のダイソーをギルドメイトへお願いするのは好ましい行為とは言えません。カーク信者は1年前にも、イタリア人の学生のギルドメイトから遊戯のダイソーをお願いされたことがありましたが、その彼はその後すぐに、ヒーローウォーズの遊戯を引退してしまいました。結局、知り合いでもない他人にゲームアカウントとパスワードをメールで教えてまで、ゲームのダイソーをお願いする人は、自分が遊戯しているゲームアカウントを大切に管理したいという思いに欠けているのだと思います。ですので、来週の月曜日までにギルドメイトがゲームに復帰しない場合、カーク信者は彼をギルドからキックアウトしようと考えています。視聴者様にお伝えしておきますが、ゲームアカウントとパスワードをギルドメイトへ伝えてダイソー行為をお願いすることは、ゲームの規約に違反する行為になりますので、その点だけはご了承ください。どうしてもダイソーを誰かに頼みたい場合、同居人か、職場や学校の友人にお願いすることをカーク信者は強く推奨します。それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。